1980年代のヒップホップで最もアイコニックなベースラインをちょっと想像してみてください。ええ、ソルトペパーのあの曲ですね。はい。プッシュイットという曲で鳴り響くあのバキッとした強烈なサウンドです。おそらくあなたは何百万円もする巨大で複雑なスタジオ機材がその音を作ったんだと想像するでしょそう考えるのが自然ですよね。う。でも、もし私があの伝説のベースラインはポケット電卓やデジタル時計を作っている会社のテクノロジーから生まれたと言ったら信じられますか？楽器専業の巨大メーカーが支配していた世界に、計算機屋であるカシオが全く異なる工学的なアプローチで切り込んでいった非常に興味深い歴史の転換点です。今回の電子音楽機材の探求はまさにそんなお話です。この番組は時代を彩った名駅たちの背景にある歴史や技術者たちの深遠なドラマを音声ドキュメンタリーとしてしっとりと深掘りしていく空間です。ええ。こうした機材の裏側に流れる静かな物語がお好きなあなたは、ぜひチャンネル登録と高評価をして私たちの探求を応援していただけると幸いです。さて、今日あなたと探求していくミッションはこれです。1983年当時、音楽業界はデジタルの波に飲み込まれようとしていました。大きな波でした。冷たく透き通るようなデジタルシンセサイザーの音色が現場を席巻し始めていたわけです。でもその魔法の箱はあまりにも高価で、一般のリスナーやベッドルームで音楽を作りたい若者にとっては分厚い壁の向こう側だったんですよね。そうですね。一部のプロフェッショナルだけの特権でした。いかにしてカシオはそのデジタルの壁を打ち破ったのか。実はカシオという企業はそれ以前にも意図せず音楽史に強烈なバグを起こした歴史があるんです。あの有名なキーボードの話ですね。MT40 という家庭用のそれこそおもちゃのようなキーボードがありました。そこに内蔵されていたプリセット音が後にジャマイカのレゲエ界でスレンテンと呼ばれる伝説のベースラインとして世界を揺らしています。電卓や家庭用キーボードの技術がなぜかストリートの最前線で突然変異を起こす。この異端の計算機屋が1984年、ついに本格的なシンセサイザー市場に正面から殴り込みをかけた名機が CZ101 です。ええこの小さな機材が難解なデジタル技術をいかにして民衆に解放したのか。さて、ここから深掘りしていきましょう。このカシオの偉業の本当のスケールを理解するためには、まず彼らの前に立ちはだかった巨大な仮想的な存在を知る必要があります。はい。1983年に発売され、デジタル時代の覇権を完全に握ったヤマハの DX7 です。出ましたね。 DX7。 音楽の歴史を変えたと言われる圧倒的な名機ですが、同時に恐ろしく敷居が高いことでも有名ですよね。その通りです。主に2つの巨大な壁がありました。一つは価格です。当時で約25万円というおいそれとは手が出ない金額でした。なかなか個人の趣味では買えませんね。そしてもう一つが操作の異常な難解さだったんです。直感的に音作りができないとよく聞きますが、当時アナログシンセサイザーに慣れていた人たちからすると、何がそんなに難しかったんでしょうか？つまみを回せば音が変わるというわけにはいかなかったんですか？全く通用しませんでした。つまみの代わりに用意されたのは小さなマッチ箱のような液晶画面と無数のボタンです。ボタンだけですか？ええ。ユーザーは FM 音源という複雑な数式モデルを頭の中に思い描きながら、その小さな画面を見てひたすら数字を打ち込んで計算を続ける必要があったんです。うわー、それは音楽を演奏するというより、目隠しをしてプログラミングをしているような孤独な作業ですね。まさにそうです。一部の論理的な思考ができるプロにしか扱えない高級な魔法の箱になってしまっていたんです。そこでカシオの開発技術者である岩瀬博氏はこの絶望的な状況を冷静に分析しました。岩瀬氏はどう立ち向かったんでしょうか？彼らのミッションは明確でした。デジタルの高精細な音色をアナログシンセのように直感的な操作感で実現することです。そこでカシオが提示した全く新しいアプローチが PD 音源と呼ばれるものです。PD 音源、つまりフェーズディストーション、位相を歪ませるということですよね。それってヤマハの FM 音源とはどう違うんですか？ FM 音源が複数の波形同士を複雑に掛け合わせて新しい音を作るのに対して、カシオの PD 音源はデジタル回路の中で波形を読み出す際の速度を変化させて位相を歪ませるという手法を取ったんです。速度を変化させるですか？ええ。
DCW というパラメーターがあるんですが、この数値を単純に上げ下げするだけで、ポーンという丸いサイン波から倍音がじりじりと鋭くせり出してくるんです。波形の読み出し速度を変えるというのは、ちょっと待ってくださいね。それって例えば、レコード盤を再生しているときに、ターンテーブルを指で無理やり押したり引いたりして、回転速度を意図的に変えるような感覚ですか？まさにその通りです。非常に的確な例えですね。滑らかな音の波を速度の変化によってギュッと押しつぶしたりビョーンと引き伸ばしたりすることで、鋭く尖った全く新しい波形を作り出すんです。なるほど。これなら従来のユーザーはアナログシンセのフィルターを開け閉めするのと同じ直感的な感覚で複雑なデジタルの音色をコントロールできたんです。つまり、難解な専門書を誰でも読める飛び出す絵本に翻訳したようなものですね。ユーザーからすれば、中で難しい計算が行われていることなんて知らなくていい。パラメータをいじるだけでアナログみたいに音が変わるわけです。ええ、その通りです。でも、ちょっと素朴な疑問なんですが、そんな速度を変えて波形を歪ませるなんていう複雑な処理をどうやって安価な機械で実現したんですか？当時のコンピューターにとってはかなり重たい処理ですよね。そこです。ここからが計算機屋のストイックな美学が最も光る部分なんです。ほう。彼らはこの処理を行う際、コサイン波のテーブルからサイン波を作るという手法を取りました。コサイン波からサイン波を。なぜかと言いますと、複雑な乗算機、つまり掛け算の回路を使わずに、加算機とテーブル参照の組み合わせだけで豊かな音色を作り出すためです。ちょっと待ってください。文系の私には今の話少しハードルが高いです。掛け算の回路を使わないというのは、機械にとって足し算と掛け算ってそんなに違うものなんですか？人間の暗算を想像してみてください。15たす15は一瞬で30と答えが出ますよね。ええ、すぐに入れます。でも 15×15 となると、少し頭のメモリーを使って計算する時間がかかりませんか？確かに筆算を頭の中で思い浮かべちゃいますね。1980年代のマイクロチップにとっても同じなんです。掛け算を行う乗算機は回路が複雑で処理も重く、何より部品として非常に高価でした。なるほど、コストがかかるんですね。そこでカシオは掛け算のテストを正面から解くのをやめて、カンニングペーパーを用意したんです。カンニングペーパーですか？ええ、それがテーブル参照です。あらかじめ計算済みの波形のデータをメモリに入れておいて、必要な時にその答えをパッと参照するだけなんです。つまり答えを丸暗記しておくようなものですね。そうです。高価なプロセッサーを使ってその場で複雑な掛け算をするのではなく、足し算とそのカンニングペーパーの読み出しだけで全てを処理してしまったんです。それは賢いですね。潤沢なメモリや高価なパーツに頼る贅沢な楽器作りに対して、電卓屋からの最小のロジックによる宣戦布告ですね。その通りです。限られたリソースで最大の出力を得る最適化技術の結晶であり、工学的に非常に美しい数式のアプローチだと言えます。しかもここからが本当に面白いところなんです。彼らのそのカンニングペーパーを使った最小のロジックで問題を解決したことで、単に計算がシンプルになっただけじゃないんですよね。ええ。処理が軽いということは部品が少なくて済む。部品が少ないということは基板のスペースも消費電力も、そしてコストも劇的に抑えられるということです。でも思い出してください。1984年当時、王者 DX7 は約25万円。これは当時の感覚で言えば超ハイスペックなゲーミング PC を買うようなものです。なかなか手が出ないプロの機材でした。それに対してフルスペックの本格デジタルシンセである CZ101 が約9万円、つまり10万円を切る価格で登場したんです。当時の感覚では家庭用ゲーム機を買うくらいの衝撃的な価格破壊でしたよね。圧倒的なコストダウンです。数学的な合理性がそのままユーザーの手に届く価格として還元されたわけですから。しかも価格だけじゃないんです。その省電力性とコンパクトさのおかげでガジェットとしての物理的な変態性を獲得したのがたまらないんですよ。なんとこの本格デジタルシンセ、単一電池6本で動くんです。すごい仕様ですよね。さらに本体の左右には最初からギターストラップを取り付けるためのピンが標準装備されていました。つまり最初からショルダーキーボードとしてステージの最前線に飛び出すことを想定して設計されていたわけです。そうなんです。作った音色を保存するために背面にファミコンのカセットみたいなラムカートリッジをガシャンと差し込む仕様になっていて、カチャカチャと沈み込むミニ鍵盤を叩きながらどこへでも持ち出せる。当時のおもちゃのような、でも最先端という不思議な佇まい、たまらないですよね。これを大きな視点で捉えると非常に重要な意味が見えてきます。
それまで高価で巨大で一部の限られたスタジオに鎮座していたデジタルシンセサイザーをカシオは一気にストリートやベッドルームへと開放したんです。なるほど。結果としてこの機材は世界で約6万8000台という大ヒットを記録しました。当時のギークたちの興奮を想像してみてください。まるで最新のパソコンを首から下げてスケボーに乗りながら操作しているような、そんな無敵の感覚だったと思うんです。まさにテクノロジーを手足のように持ち歩く感覚ですね。音楽制作の民主化において決定的な役割を果たしました。でも、いくら安くて面白いガジェットでも、肝心の音が良くなければ歴史には残りませんよね。この機材の音色が音楽の歴史をどう動かしたのか。はい、そこが単なる廉価版のおもちゃで終わらなかった最大の理由です。実際にビンス・クラーク、鬼太郎といった一流のプロフェッショナルたちにもこの機材は深く愛用されました。あの巨匠たちが10万円以下のミニ鍵盤を、なぜですか？かつてコズモという巨大な実験システムがあったんです。コズモですか？そのコズモで培われた血統がこの小さな CZ101 の心臓部にも確かに流れていました。巨大な要塞のロジックを膝の上に乗るサイズに凝縮する。計算機屋の維持がプロの現場でも信頼される確かな音の芯を作っていたのだと思います。なるほど。そこには間違いなく極上のクオリティがありました。プロに愛されたというのもすごいんですが、私が一番ワクワクするのはここからです。この計算機屋が作った緻密な音がストリートで全く別のジャンルに伝説を生んだんです。冒頭でお話ししたヒップホップグループソルト&ペパーの世界的ヒット曲プッシュ・イットの逸話です。ヒップホップの歴史において非常に重要なあのアイコニックなベースラインですね。実はあの曲、最初から勝負曲として作られたわけじゃなかったんです。1987年のシングル「トランプ」の B 面を埋めるためにスタジオで遊びながら作られたトラックでした。そうだったんですね。それを DJ のキャメロン・ポールがリミックスして大ヒットにつながったんですが、あの重たくて強烈なベースラインを叩き出していたのが他でもない CZ101 だったんです。興味深いですね。具体的にあの機材をどう使ってあの音を作ったのでしょうか。 CZ101 には2つの音色を重ねて分厚くするトーンミックスという機能があったんです。ありますね。これを使ってシンセブラス、つまり華やかな金管楽器の音と重たいシンセベースという音を乱暴に重ね合わせて一つの巨大な塊にしました。なるほど。それは非常に大胆なアプローチですね。そこで疑問なんですが、現実の世界でトランペットの音とベースギターの音を無理やり混ぜ合わせても重厚なヒップホップのビートにはなりませんよね。普通はなりません。ただの雑然としたノイズになる気がするんですが、なぜこの機材ではそれが魔法のように機能したんでしょうか。これは重要な疑問を提起しますね。おそらくカシオの計算機屋たちはもっと上品で論理的な使い方を想定していたはずです。そうでしょうね。しかし CZ101 の音は純粋なアナログシンセのような有機的な太さでもなく、かといって FM 音源のような完全に冷たい金属音でもありませんでした。どんな音だったんですか？どこか少し計算の跡が残るようなプラスチックで不器用な音と言えるかもしれません。アナログの真似をしようとして完璧にはなりきれないその独特な質感です。プラスチックの音ですか？ストリートのクリエイターたちはそんな計算機屋の想定を物理的なパワーでねじ伏せたんです。異なる要素を乱暴に重ね合わせた時、そのプラスチックな質感が逆に泥臭いヒップホップのビートの中で誰も聞いたことのない強烈な個性として鳴り響いた。つまりストリートの連中によって誤読されたわけですね。そうです。数式から導き出した正しい数字というテクノロジーとストリートの感性のバグというカルチャーが交差した瞬間です。作り手の意図を超えて愛しいほどの個性を放ったわけです。作り手がこう使ってくださいと用意したレールをユーザーがスケボーで蹴り飛ばして全く新しい道を切り開いてしまったような。機械が持つ技術的な制約や癖がユーザーの想像力とぶつかり合うことで全く新しい音楽的表現が生まれる。これは電子音楽の歴史において常に起こり得る最も美しい瞬間だと思います。さて、ここまで CZ101 の物語を探求してきましたが、これは単なる安いシンセサイザーの歴史という枠には収まりませんよね。収まりません。当時の複雑な技術は普通の人々が楽しむためにあるべきだという計算機屋からの痛烈な挑戦状だったんだと強く感じます。しかしこの大ヒットも彼らにとっては序章に過ぎませんでした。
次なる領域へ向かいます。次なる領域ですか。つまり、これ一台で楽曲を全て完結させるという卓録クリエイターたちの夢や、プロのさらなる高度な表現力を求めて、CZ5000 や CZ1 といった新たな武器を手に、さらに過酷な海へと潜っていくことになります。技術の探求に終わりはないですね。今日お話ししたこの誤読の物語、リスナーのあなたにも少し考えてみてほしいんです。今日あなたの目の前にあるツールやソフトウェア、あるいは仕事のやり方でもいいかもしれません。あなたはそれをメーカーや社会が想定した正しい使い方だけで使っていませんか？そうですね、マニュアル通りに。もしソルトンペパーのように本来の目的を無視して少し乱暴に誤読してみたら、もしかするとあなた自身の小さな革命がそこから生まれるかもしれませんよ。というわけで今回はカシオの CZ101 が巻き起こしたデジタル革命の下克上について深掘りしました。最後までこの探求にお付き合いいただきありがとうございました。次回もまたあなたの好奇心を刺激するような面白い機材の物語を見つけてきますのでお楽しみに。